Meshtabi Season 5. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai 熊本界隈11件です。それでは早速 Let's get it started. 102 Yiloha 風光明媚な田園風景に調和したなんと築192年の古民家をリノベーションしたという素敵なカフェ。柿の葉寿司が有名のようですが、私たちの狙いはこれ。はい、フレッシュフルーツがさっぱりすっきり美味しかったですね。フレッシュフルーツの甘みってどうしてこんなに美味しいの？ねえ、100% フレッシュフルーツのなせる技なのではなかろうかと思います。かき氷史上ナンバーワン、絶対また食べたいかき氷に出会いましたね。はい、フレッシュフルーツをふんだんに使った頭が痛くならないかき氷が美味しい素晴らしいカフェでした。これは熊本で外せない寄り道ポイントですな。砂。2 Kumamoto Suli Ranka Kumamoto 繁華街の雑居ビル2階にありますスリランカ熊本ファーストさん。熊本市内にはセカンド、サードと3店舗、あと福岡西陣にもあるらしいよ。あら、福岡にも？九州スリランカレー人気ですね。人気ですね。11時オープンも12時にすでに満席。男性もちらほらだけど女性が8割ってとこですかね。スリランカカリー大好き飯旅ーズ、期待が高まりますねえ、お目当てのヌードルカリー発見。サラダ、アイス、紅茶がついて1200円。これ単品でも同じ値段ってことなんでね、ランチはセットが断然お得ですね。紅茶限定コーヒーじゃダメなんでしょうか？スリランカは紅茶でしょ？おいおい、スリランカはかつて世界第3位のコーヒー生産国だったんだぜ。スリランカ産のアラビカ種はその味と香りの良さから希少価値の高い幻のコーヒーと呼ばれているんだ。紅茶のイメージしかなかったスリランカでしょう。びっくりだぜスリランカ。ちなみに紅茶の生産量も世界3位です。サインは V。 はい、ヌードルカリーココナッツベースでしっかり辛い。美味しいこれ。ほほう、やっぱり辛いんだスリランカリー。ツナパハよりも辛い感じ？ノーマル結構辛いですよって言われたけど、ツナパハの方が辛いと思う。あれより辛かったら食べられない人続出だもんね。よね。辛さ的にはジャワの中辛くらい。あくまでも個人的見解ですけど。なんだ、そんなに辛くないね。そうだね。食後のヨーグルトアイスですっきりさっぱり美味しゅうございました。私はもうちょい辛い方がいいかな。すっかり辛いの好きになっちゃったね。おかげさまで。両サイドの女子もヌードルカリー注文してたんだけど、一人の子がヌードルのチキン抜きでってオーダーしててさ。チキン抜き？ベジタリアンかな？ベジタリアン。日本人でも結構増えてるからね、ベジタリアン。じゃじゃん。さて問題です。日本人の人口に占めるベジタリアン比率は？2% ぐらいかな。ブブー。正解は 5.9% だって。結構いる。51人に3人はベジタリアンなんですって。変なサンプル。なんで51人に3人 ?17 人に1人じゃダメなんでしょうか？ダメ。3 Aso Imakan Shokdo。 阿蘇といえば今金さん。大人気行列必至。シーズンによっては3時間待ちとかなるらしいですよ。3時間？阿蘇のお約束みたいなお店ね。あ、そう。朝からウェイティングリストに記帳することができて、順番になる頃にお店に戻れば OK ってことなので、早めに来て記帳するといいわね。今回は出たとこ勝負ってことで、開店直後に訪問も20分待ちぐらいで案内されました。一人だと結構案内されやすいみたいだね。なるほど。この値段で赤牛をいただけるのは嬉しいございますね。しっかり厚みのある赤牛さん。ももだけども量もバッチリ、タレが甘くて美味しいよ。温泉卵&わさびが素晴らしいコンビネーション。お汁はゴロッゴロのひき肉と野菜にレモンでさっぱり、優しいお出汁でした。
観光地の名物食堂としてはかなり良心的だと思いましたね。これすごいでしょ。マイケル・ジャクソンも来たんだぜ。成仏だって。すごい。ってなんでカタカナ？ 4. Aso. Asoji. はい、私は阿蘇にある郷土料理のお店元祖高菜飯で有名な阿蘇路さんに阿蘇路に来ました。あ、そうそこ噛むんだ。はい、こちらがその高菜飯。結構なボリュームですな。そうなの。これで普通盛りになりますよ。錦糸卵にガリが添えられて、ガリも高菜自体も少し甘めの味付けなのね。高菜が甘いの？そう、高菜ってこんなに甘かったかなって感じ。勝手に辛いイメージでいたからさ、もうびっくり。なるほど、それなら子供でも食べれるもんね。そうなの。途中で一味かけて味変しても美味しかったよ。おでんはセルフで全品160円均一となっております。好きなものをチョイス。後からお姉さんが個数確認しに来てくれます。優しいお出汁が大根によく染み取りましたわ。いいね、日本って感じ。知られざる日本の郷土料理ですな。これはね、阿蘇路の2代目の祖母であり、なんと初代の母でもあるという伊勢里咲おばあちゃんがいや当たり前だよね、それは。そっか、お米がまだ貴重だった頃、12人の子供を育てるのに12人？すごいよね。1ダースベイビーで1 dozen babies. サッカーチームでも一人補欠だよ。ねえ、子供たちに少しでも満腹になってもらおうと家庭でよく作っていた高菜の混ぜご飯がルーツなんだそう。これが後に豊肥本線の視察に訪れた鉄道大臣を接待した際、煮しめぼた餅とともにこの高菜飯でおもてなしをしたところ、えらく評判が良かったので、昭和40年代阿蘇路を開業した折に阿蘇の新名物として高菜飯を売り出すことにしたのだそう。ほう、それが今や不動の人気阿蘇名物の高菜飯になったってことだね。あ、そうだったのかな。あ、それ5. ニューヨー Kumamoto. Ulux. はい、サウナは食べることの次に大好きな飯旅ーズ。今回は西の聖地と言われるサウナを体験しにやってまいりました。はいよ。熊本駅から車で5分程度と高アクセスってこともあり、全国各地から多くのファンが絶えず訪れる人気施設らしいのです。なんと楽天トラベルサウナを満喫できる人気の宿ランキングで日本第1位に輝いたのって楽しみですね。日本一ってすごいよね。楽しみですね。ってことでニュースだ。決して広くはないけどちょうどいい広さに内湯、サウナ、水風呂すべてが詰まりまくってます。サウナはアウフグースサウナ、フィンランド式サウナ、塩サウナの3タイプが充実。アウフグースとは Aufguss. サウナで熱したサウナストーンにアロマ水などをかけ、立ち上った蒸気をタオルなどで仰ぐ入浴方法です。ドイツ語で注入 Aufguss. を意味する言葉で、日本では熱波とも呼ばれますね。このアウフグースが1時間おきに開催されている。イケメンのお兄さんが汗だくになって煽ってくれます。これが本当のアウフグースなのか。気持ちいいって感じ。初めて気持ちのいい汗のかき方を学んだ気がします。ねえ、すごい気持ちいい。ただ暑いだけじゃなくて湿度がたっぷり、しかもいい香りのアルマが熱波とともに私のゴージャスボディを包み込む。耐えに耐えた10分間のアウフグースの後の日本一深いという水風呂がなんと気持ちいいことでしょう。ねえ、水風呂の深さは男性171センチ、女性153センチ、すっぽり頭の隙まで入れちゃう。気持ちよか。そして天井からぶら下がるロープをよじ登ってマッドマックスボタンをパチッと押すと、ひょうきん族の懺悔状態、滝行のごとく冷水の衝撃が頭頂部を直撃。ちょっとした遊園地のアトラクションみたい。気持ちいい。36度の露天風呂やら泥パックやら、本当にサウナーの楽園のような施設でございましたね。整い椅子で寝てる皆さんの顔が他の施設と明らかに違うの。思った。
みんな仏様の顔のように安らかに寝てらっしゃる。ねえ、これが真の整いか。日本一かね。今のところそうね。 6. Kumamoto Katsuretsu Tei. 昭和50年創業、地元で評価の高いとんかつ屋さん。本店は混むらしいので郊外のこちらへやってまいりました。だけどやっぱり混み込みだったね。はい、ショッピングモールにあるので車がいくらでも止められるってのが超便利。決して安いお店ではないんだけれども、ランチだと少しお手頃になり、平日はさらに安いということで、もちろん全力で平日ランチ狙いで見参。1時前の到着になりましたが、かなりの人気店ですね。10組ほど間違えるようですね。はい、逆に安心感ですね。お昼時にすんなり入れるようなお店は逆に不安になりますからね。不安じゃないですよ、不安ですよ。分かってるわよ、それくらい。特選農場豚厚揚げロースカツ全2530円。ちょっと高いかな。だけどお店のしつらいから言ったら全然 OK。 飯には高いが会食にはいいね。とんかつ屋あるあるのご飯、赤だし、キャベツおかわりはもちろん無料ね。だ靴脱いで入るタイプの怖がりタイプのお店なんだけども、お客さんが帰るたんびにお姉さんテーブルの下に潜り込んで床拭いてるんだよね。こういうお店っていいですね。好感度上がりまくりスティアーノ。それは上がりまくりスティーン。元気かな。クリスティーンってどの？ 7. Today's Katsu Curry. Kumamoto Restaurant Koei. JR 新水前寺駅に近い。幸せははい、学生街の喫茶店。君とよくこの店に来たものさ。いや、初めてでしょ。はい、今日のカツカレーは創業50年オーバーの熊本のソウルカレー的なお店、コエさん。ちなみにチーターこと舘ひろしさん、違った、水前寺清子さんの芸名はやっぱゲイだったんだ。違う、故郷である熊本市の水前寺成就園にちなんで付けられたんだそう。あ、そうなんだよ。いやー、美味しいカレーでしたね。辛みもそこそこあって甘辛バランスの取れた素晴らしい欧風カレー。近所にあったらメインカレーにしちゃいそうなカレーです。カツの食感は今一つってところでしたが、贅沢は言えません。なんたって830円だ。こんなに安い美味しいカツカレー腹パンいただいて830円なんて、私光栄でございます。やっぱり言った。隣の姉さんの思い出し笑いが半端なくってさ、何がそんなに楽しいのか分かんないけど、生姜焼き定食を食べてんだけど、一口食べることになんかブツブツ言いながら爆笑してんの一人で。生姜焼きでスマホ見てとかじゃなくてなくって壁見ながらやばい人。何がそうさせてんのかわからないが、笑うってのはいいじゃん。見てるだけでハッピーになりましたね。よかったね。美味しいカツカレーにハッピーのおまけまでついて。はい、私大変光栄でございます。お、 8. Kumamoto Mexico Restaurant Toll Tacos. 実は私たちタコスにも目がないの。はい、まだまだ日本じゃタコスが食べれるお店少ないんでね。特に北海道。そうなの。ってことで、あら、熊本に本格的なメキシコレストランがあんじゃない。ってことでやってまいりました。はい、メキシコと日本のハーフのオーナーシェフが作る本格的なタコスやブリトーがいただけちゃうお店。メキシコの音楽が流れる店内はカラフルで可愛い。タコスにはやっぱりメキシカンビアねってことで、コロナで乾杯。初めてレモンもライムも刺さってないコロナを飲んだんだけども、結構味濃くてびっくりしましたね。思った。コロナってさ、水みたいなビールのイメージだったけど、あれはライムの作用だったのね。さようでございます。じゃじゃーん、タコスタコス。念願のタコスとご対面。こりゃ美味しそうだ。すごいですね。トウモロコシの香りがほわーんとねえ、もろトウモロコシって感じ。今まで食べていたタコスとは違った。ねえ、もっとおやつっぽいのが今までのタコスは多かったけど、これはしっかりブリトーみたいな感覚だね。食事として食べるって感じのタコスね。やはり辛さをプラスした方が美味しいわね。
サルサソースは黄色いのが一番辛い、赤いのはトマトソースみたい、グリーンはドレッシングみたいな。ただ混ぜてはいけません。それがルールなのだそう。へえ、そうなんだ。混ぜるのは危険ってことね。メニューがたくさんあって目移りしちゃう。全部食べてみたいね。タコスとビール最高っすね。はい。9. ニューヨー Ashikita Otachi Misaki Onsen Center. 小立岬公園の中心にあります温浴施設、高台にあるので綺麗な夕日と白縫海が見渡せるという最高の場所。泥脇の桜がちょうど満開の時期でしてね、至る所で皆さんお花見を楽しんでいらっしゃいましたね。少量の塩分を含んだお湯は神経痛や筋肉痛によく効き、スポーツの後などには最適なんだって。大浴場潮騒の湯と夕映えの湯に分かれていて、男女入れ替わりシステム。あ、そうなんだ。両方味わってみたいね。ね。サウナはこじんまり10人いけるかなっていうサイズだけども、空いてるのでほぼ貸し切り状態。90度前後で湿度は低めだから若干汗は出づらいけど、水風呂でしっかりクールダウンしてローテーションすれば発汗しやすくなるね。そうだね。露天スポエスからスポエス露天スポエス Rotten Spoils. 露天スペースから見渡す白縫海が圧巻。ああ、景色最高だね。海も桜も綺麗だし、整いチェアは初めてお見かけする足がないゆらゆらできるゆりかごタイプのサマーベッド。3個しかなかったけど空いてるからもう満タイ。これはたまりません。天気も良かったのでずーっと寝っ転がってゆら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 しちゃって、いつまでも入ってられるね。ここ熊本お風呂環境充実してていいね。熊本は風呂だね。ね。 10. Ashikita Michino Eki Dekopong. 道の駅デコポンにありますでコップカプンカプン。地場産の野菜に果物がいっぱい。道の駅って楽しいね。はい、こちらがデコポンソフト。おいちゃんが待ちに待ってたこちら。そうさ、これが楽しみで足北に来たのさ。やっとの再会。初めて食べたのはあれは3年前とめあなた。いや、2年前っしょ。いいの。偶然立ち寄って出会ったんだよね。だ、これが楽しみで楽しみで足北に来たのさ。やっとの再会。程よい酸味とナチュラルな甘さ、このバランスが絶妙すぎてどこにもない、まさにデコポンそのままって感じ。テイスト。デコポン美味しいね。私はシャーベットタイプが好きかな。おいちゃんはどっちも好きだね。これも九州来たら絶対欠かせないやつっすね。 11. Kumamoto Hinakuni Boon Ryu. いつもすんげー並んでるから気になっちゃってね。夜でもずらーっと。はい、並んでましたね。つられて並んでみました。観光客が並んでる店ならまだしも、お昼ならまだしも。ピザ屋さん？それは騙しも。九州でここまで並ぶってお店なかなかないからね。ねえ、本当にすごい行列。しかもこの九州で950円のラーメン言うたらかなり高級ですからね。確かに。さーて、お味の方はいかがでしょうか？いざ実食。なるほど。うまい豚骨だこりゃ。うまみガツンだが返しも結構効いている。背脂によるこってり感もあるけれども自然と飲めてしまう。麺は中細ストレート。ニンニク味噌を溶かしながら食べるっていうのがデフォルトらしいが、おいちゃんはそのまんまで十分美味しかったですね。むしろ何もしたくない、そんなスープでした。家系御三家六角屋を彷彿とさせる美味しい豚骨でしたね。ああ、よかったわね。好きなタイプで。これは美味しいラーメンですたい。なんだけども大抵レベルで薬味が真ん中に置いてあってみんなで使うスタイル。長浜ラーメンみたいな。そうそう、九州あるあるのスタイルね。はいはい。なんだけど向かいのおっちゃんがさ、自分が食べてる箸で薬味とかをこうつまんでラーメンに入れちゃっててさ、おいおいおい、それはちょっと許容しがたいぜでした。それはダメです。しかもグレート義太夫に。にゃーん、懺悔室行きでしょ。間違いない。 Jakaino Meshtabi Wa
Gachi de Mata Tabathai. Kyushu Katsu Kari Senshukan des. Otanoshi Mini. See you soon. いや、サウナ良かったですね。いやー、めちゃめちゃ良かった。まさか熊本がサウナシティだったとは。存じ上げませんでした。はい。素敵なサウナをありがとうございます。すぐにでも戻ってあそこに行きたい。やっぱりどこでもドア欲しいですね。はい。場所的にも街中だからさ、行きやすいし。そうだね。その割には空いてたね。空いてたね。で、なんか珍しくやっぱサウナ人口女子湯も多かったのよ。はい。女湯も。はいはい。で、多分なんかもうみんなお店やってるママさんとか経営者系のマダムたちが結構ギラギラいっぱいいて。ああ、そうだろうね。アフタヌーンだったしね、ちゃんと。そうで、昨日どうだったとか、忙しかったとか、だとか、あそこの店どうしてるとなんかか、うるせえやつ。結構なんかもう会話が弾んでらっしゃって、はいはい。で、なんとなくちょっと聞き耳立てたの。ネタ探しに。そしたら一人のマダムがね、ちょっと聞いてよっつってすげえ勢いで入ってきて、もう昨日最悪だったんだからうちの旦那って始まって、どうしたのって周りもなって、だから旦那さんが帰ってきたはいいんだけど、酔っ払って帰ってくるのはいつものことだから構わないんだけど、鍵がない、カバンもないみたいな、何も持たずに帰ってきたの。手ぶらなわけで、あんたどうしたの、売り上げとかどうしたのってその場で旦那さんが青ざめてってなって、もうちょっと店見てくるから私って言って、夜中に奥さんが車ブーンって走って店まで行ったら、お店のドアに鍵は差しっぱなしで、慌ててもうお店の中入ったら電気はつけっぱなし、カラオケのスイッチも入りっぱなしで、売り上げのカバンがポンってカウンターにあったの。やっぱ。で、慌てて中見て、あ、ちゃんとあるわと思って、もう腹割って煮えくられて、くっそこのクソじじいがみたいになってたらしいんだけど、自分も飲んで、そこまでじゃなかったとしても、なんか壊したとか、なんか忘れて計算間違ったとかなんかあるじゃん。そういうのがあってボンミスした時に、もう倍になって帰ってきて言われたら困るから、もうそこはグッと歯食いしばって我慢して、あったよっつって、お店に全部あったよっつって、お金もちゃんとあるから大丈夫だからみたいな感じで、どこも似たようなことするんだなと思ってね。何も言えねさすがに売り上げをね、置きっぱ、鍵は差しっぱとか、外に差しっぱやばいね。ねえ、よくなんともなかったね。誰も取れなかったのかな。なんでそれで安心しちゃったのかな。もう鍵かけたんだとね。一番ダメなタイミングで安心しちゃってるね。ああ、終わった、さあ帰ろうってなったんじゃない刺した瞬間に。すごい、面白いなと思って。夜型飲食店あるあるですね。ねえ、さすがにさ、おじさんは店で寝てたっていうのはあったよね。店どころかいろんなところで寝てた経験ございますね。家まであと100メートルっていうところで酔っ払って寝てたとかね。あったね。なんかさ、若い男の子にさ、おじさんこれ財布取られちゃうよトントンって言って起こされて帰ってきた。あの時はね、あれですよ、チャリで今ダメだけどね、昔チャリで店行ってた時、チャリンコで転んじゃったんだよね。もう酔いすぎて。で、転んだ状態のまんま、そのまんま自転車にまたがった状態で寝てたっていう。よく寝れるね、その状態で。もう起き上がる気力がないってやつだね。もういいやこのままでみたいな。北海道は少ないんだよね、寝ちゃう酔っ払い。寒いしね。東京だとね、結構そこら中で寝てますからね。そうね、でもそういうとこでも財布を盗まれないのは日本の素晴らしいところですね。そうだね、ちゃんとその若い子もさ、起こしてくれるっていうのが優しいよね。気をつけます。もうこれからそんなことはね。お酒引退したんでね、もう商売もやってないんでね、そんなことはないかと思いますけれども、もうエンジンがかかっちゃうとなかなかブレーキが効かなくなるんで、よろしくどうぞ気をつけたいと思います。お願いします。覚えのない弁当とかカップラーメンが電子レンジの中に入っててびっくりするっていうのが、もうそんなの毎日だったじゃん。よくありますね。これ1回ってるとかね。自分で発見した時は衝撃なんだよね。あれ一人で暮らしててさ、ガチャってなんか温めようと思って電子レンジ開けたら、俺なんか入ってると思って。
なんだこれっていう、こんなの買った覚え全然ないんだけどみ